エイリアン。すいません、ありがとうございます。どうも、漁師マサトです。さて、今回なんですけれども、題して3泊4日漁師サバイバルとでも言いましょうか。で、ただ3泊4日無人島に行ってサバイバルするわけではなくてですね、とある一つの目標を掲げてですね、今回のサバイバルを行いたいと思います。よっしゃ。で、そのね、目論見は何ぞやっていうことなんですけれども、この船でね、実際無人島に行ってそこで説明したいと思います。早速ですね、そのとある無人島に視聴者の皆さんと一緒にね、このね、僕が持ってる底引き網の船で向かいたいと思います。よし。で、このサバイバルのルールまたね、おいおい説明していきますけれども、もちろんですね、食料も何も持って行ってません。もちろん水もございません。さて、船を走らせてですね、50分ほど来ました。これがですね、今回サバイバルを行う無人島です。で、おいちょっと待てよ、この辺民家あるんじゃないかと思われた方いらっしゃるかもしれませんけれども、少し遠いのでアップしていきますと、防波堤が築かれていまして、そして画面中央には桟橋が見えると思います。で、桟橋の奥には家が数軒あるんですけれども、私ね、事前に調べました。この家誰も住んでません。廃墟となってます。で、早速ですね、今から防波堤の中に入って小さな桟橋につけたいと思うんですけれども、この島はですね、私が以前この YouTube の動画で上陸した島です。現時点でね、100万再生以上されている人気の動画なので、概要欄にね貼っておくので、そちらも見てください。ということで、この狭いですね、防波堤に突っ込んでいきます。そして湾内もですね、すごい閉鎖的な狭い状況となってます。つけそくったらちょっとね、大変なことになるんで、気をつけながらやっていきます。この桟橋めっちゃ綺麗になってないですか？こんな綺麗やったっけ？今ね、干潮時刻が近いんでちょっと気をつけます。そしたら GPS 切ってエンジンストップ。さて、船をつけました。前来た時と同様でやっぱりめちゃくちゃ静かですね。波の音と、あとは鳥の声、それしか聞こえません。さて、これから上陸するわけですけれども、上陸した瞬間から3泊4日のね、サバイバル生活が始まります。で、今回のサバイバルのルール3つだけですね、定めます。まず1つ目、水だったりですね、食料、これはこの船に積んでませんし、それらなしでですね、この3泊4日を乗り切ります。そして2つ目、手ぶらで乗り込んではきたんですけれども、この漁船ですね。この漁船とこの漁船にあるもの、これはね、使用していいというね、ルールにします。そして3つ目、最後ですね、4日間あるんですけれども、このうち漁を行っていい日を1つだけ定めます。この船で漁を行います。で、ここに来る道中で考えてたんですけれども、3日目にしましょうか。3日目にですね、この島付近で、この漁船でですね、漁を行いたいと思うんで、ぜひ3日目のね、動画お楽しみくださいということで、早速なんですけれども、このサバイバル生活スタートということで上陸いたします。よし。さあ、上陸します。始まったぞということでですね、まずこの島の概要ですね、を紹介していきます。まずね、この島にはですね、一つだけ桟橋があります。で、この桟橋ですね、前私が来た時は、もっと古かったと思うんです。で、私がね、動画の撮影で来たのは去年ですから、その間にこれが交換されたんでしょうね。でですね、島の紹介の前に、私ですね、ここの岸壁につけるときに、見てもらったらわかるように、船のね、ちょっとした破損なんですけれども、ちょっとやっちゃいました。おそらくこことかに当たったと思うんですけれどもね、ちょっとやっちゃいました。完全に僕のミスです。ただ軽傷と言っていいと思います。で、桟橋を降りますとね、こういうコンクリートが築かれてます。で、このコンクリートの上にはですね、こういう漁具が置かれてます。で、私、このサバイバルをするにあたってですね、事前情報を調べたんですけれども、この島の人口は0人です。今も誰も
この島にいることはありません。ただ一人、私だけです。で、昔はね、もちろん家がありますから、数名から数十名いたと思うんですけれども、私のね、事前情報では漁師の方がですね、ここに住んでらしたそうです。なのでこのようにね、漁具だったりがたくさんあるんですけれども、まずはですね、私がつけた桟橋から東側に行きますと、こういうですね、コンクリートの道路が築かれてます。で、このコンクリートの海側は綺麗な砂浜になってます。このように。で、東側にですね、歩みを進めますと、こういった廃屋が立ち並んでいます。もちろんここには誰も住んでいません。でですね、こういった送電線のようなものもね、張り巡らされてます。ただですね、ここは完全な孤島です。外部から電気が来ていることはありません。ですので、こういった電線は、島内で発電して、で、それらをですね、おのおのの家庭に供給していた電線ということですね。で、このね、電線の先にはですね、小学校があるんです。小学校の跡地ですね。こういう、これが小学校の跡地なんですけれども、小学校の行事としてですね、こういうトーテムポールを、卒業記念かなんかでですね、作るんだと思いますけれども、こういった形跡もあります。本当にね、詳しいことは調べてないんですけれども、先生も本当に2、3人だったんじゃないでしょうか。あと生徒も本当にね、数名の学校だったと思います。あとはここはですね、三島神社という鳥居があります。で、事前情報ではですね、ここを上がっていくと神社がなんかね、あると聞いたことがありますね。これは今回は、登らずにですね、サバイバルの途中で登ることになろうかと思います。また紹介いたします。で、せっかくなんでもう東側全部紹介しましょうか。ここ前行ってないんですけれども、ちょっと道なき道を行きますと、よいしょ。さあ、こっちはね、また砂浜がありますね。で、砂浜の先はもう何も人工物はないと思います。で、これはですね、東側に築かれた防波堤ですね。砂浜がこのようにあります。で、防波堤を歩いていきますと、このような何かの印もあります。で、こういうね、タコを取るタコ壺なんかの仕掛けもありますね。これが私がつけた桟橋で、こういう風に東側を歩いてきたということですね。それでは桟橋の根元ですね。あっちに戻りましょう。さあ、それではね、桟橋の根元まで戻ってきました。そしたら今度は西側進んでみましょう。で、こちら側から見た風景はこんな感じですね。ここにはですね、木が組まれてあるんですよね。漂流したわけではなくて、漂流物をおそらく集めてですね、これはあからさまに組んで、で、何かにね、役立ててたと思うんですけれども。で、ここにね、ロープが見えてるんで、もしかしたらですよ、大昔にね、船を修理したり、整備したりするのに、ここに、ウインチかなんかで上げてた、そんな設備なのかもしれません。定かではありません。で、西側、もうこちら側は行き止まりとなってます。昔はね、民家があるんで行けたかもしれないんですけれども、今回はね、行けません。そしてですね、北側というんでしょうか。こちら側にね、登っていく道があります。ご覧の通り、整備はされてません。で、ちなみに今は2月の中旬、真冬のね、サバイバル生活ということになります。で、前回来た時はね、真夏ということもありまして、正反対の時期で私、今、サバイバルをしようとしています。で、登っていくと、ここは三差路になってます。下に下がっていく道、これはね、民家があります。廃屋ですね。で、こちら側はね、ずっと北に行く道で、こっちがさらに西に向かう道になります。まずね、西の道から行きましょう。
で、前回の動画でですね、見てくださった方いらっしゃると思うんですけれども、私、この先で、イノシシと遭遇しまして、今回はいないでほしいんですけれども、ただ怖いな。もうちょっと行ったところでね、イノシシと遭遇したんです。頼む、出てくんな。怖え。前回同様、鳥肌をですね、出しながら、この西側の捜索をしております。もしかしたらこのサバイバル生活で、イノシシと出会うこともあるかもしれません。会わないことをね、もちろん願うばかりでございます。ということでね、もう西側ほぼ行き止まりになりました。そしてね、これ事前情報では、この先に灯台ですね。灯台の施設があるみたいです。この周りを航行する船がですね、航海するためにですね、おそらくこの先にある灯台が付けられたと思うんですけれども、今回はイノシシと出会うことなくですね、この西の道を下っていきます。よし。で、三差路。三差路というか交差点ですね。こっちが私が来た道。で、こっちが民家。で、こっちが北側。そしてこっち側が灯台ですね。この四つ角交差点を北側にね、今度は行きますとね、ここはね、前回も一緒だったんですけれども、行き止まりになってます。で、行き止まりなんですけれども、昔はね、ここ道があったような、そんなね、私は気がするんです。皆さんにはどう映りますでしょうか？道っぽくないですか？前回もこんな感じでして、ここ行けてないんですよ。なのでね、今回のサバイバルでは、もう初日、1日目にしようかな。ここをちょっと草を刈っていって、北側に出たいと思います。ここのね、北側には何があるのか皆さんと一緒に捜索していきたいと思います。それでは少し戻りましょう。そしてね、こっちには民家があります。民家。民家と言いましても、廃屋ですね。今は人は住んでません。はい、ということで、この四つ角まで戻ってきました。さっき言ったようにね、この北側を皆さんと一緒に捜索したいと思います。で、今回のルールはね、船のものは使っていいので、船に戻って、何かそこのね、草を伐採できるようなものを取りに行きたいと思います。なんかあったかな？さあ、船まで戻ってきました。当てがあったのは、このサビサビのノコギリと、あとはハサミぐらいかな。これぐらいでしょうか。100均のハサミ。予定調和なしのですね、本当に漁船にあるものだけで、今回はサバイバルをするので、草を刈るようなね、鎌なんかは持ってきませんでした。本当にね、何の準備もせずに、普段船に乗ってあるものだけで来ましたから、今回のね、サバイバルはとても難航すると思います。よし。ちょっと30分ほどかかったんですけど、ある程度のところまで行けるようになったんで、そこまで行きたいと思います。さあ入っていきましょう。結構ね、この辺は大変でした。さあ、歩みを進めていきますと、こんな感じになってます。前に住んでた方が、おそらくですね、この辺は、ある程度はですね、この辺を見てもらえればわかるように、整備はしてくれていたみたいです。で、皆さんにはね、波の音が聞こえますでしょうか。この下にはね、おそらく海が一望できるような、そういったですね、砂浜か岩礁帯かはわからないんですけれども、そういった場所があると思います。これが道なんやろか。さあちょっとね、砂浜らしきものは見えてきたんですけど、どれがですね、どの道が砂浜に行く正解のルートなのかがわからないんですね。この動画の冒頭で私、このね、無人島サバイバルのですね、目論見と言いますか、目標があると言ったじゃないですか。それはですね、この無人島をですね、人が住めるような、私が住めるようなね、環境にしたい。そういう目論見、目標で来たんですけれども、そして、前回ね、この北側には来れなかったんで、この北側に何かですね、ヒントと言いますか、そういったいい環境がですね、
ないかと思いまして、今回もこの北側ですね、今ちょうど砂浜が見えてきましたけれども、ここをですね、今開拓しております。ということで、ここちょっとね、結構危険な段があるんですけど、よっしゃ。よし、なんとかです。マジでなんとか降りれました。ということで今はね、あえて足元、岩場を映してますけれども、私の目にはめちゃくちゃいい景色が広がってます。さあ、もったいぶらずにね、ドンとこの瀬戸内海が一望できる。うわー、めっちゃ綺麗やな。景色が、砂浜があります。いやー、やばい。ここに住みたい欲が一層増してきました。住むと言いましても、ここ水も電気もないんで、定住はできませんけれども、近所付き合いもない。そして会社のですね、クソうざい上司にもね、一切関わらなくていいという別荘ですね。こういうところに欲しくないですか。めちゃくちゃここに建てるなら開拓は必要だと思うんですけれども、よくないですか。一人の別荘、小屋ですよね。でその小屋からはこの最高の瀬戸内海が一望できる、独り占めできるといったね、そういった環境にこの島はあります。でちなみにね、私が降りてきたのはここですからね、いかにここが僻地といいますか、すごいところにあるということがね、皆さんには伝わったと思います。で今この北側に来るまでに、30分から1時間かかったと思うんですけれども、危惧していることがありましたね。私ちょっと息が上がってますけれども、喉乾いてきました。こんな崖をですね、降りてくる労力を使う前に、まず食料だったり、特に水ですよね。飲み水を確保しろっていう問題なんですけど、これからこのね、島の南側、船つけてあった側ですね、に戻って水の調達をしたいと思います。今のところね、あんまりノープランなんですけれども、今ね、ここに、パッと見えたんですけれども、やばいな、これ。これは飲めんすね。よし、とりあえず南側にね、戻りたいと思います。またこの崖を登っていきます。大変なサバイバル生活が始まりそうです。どうだった？